どうも、ラーメンロタスのケイシーです。今回はロタスの定休日に曲がり営業しているラーメン3のスープの仕込み風景を公開します。では、どうぞ。じゃあお願いします。どんな感じですか、今から。今からメンコルトの下茹で。下茹で。はい。沸くまで待つ感じ。とりあえず沸くまで。受けて。ありがとうございます。お願いします。白い油からめにんにくを入れる。お願いします。どうぞ。お待たせしました。あありがとうございます。りがとうございます。熱いので1個です。これでどのくらい下処理するの？一回沸かして、はい沸かしたらもうアクがすごい出てくるので、なんかアクを見て火を止める。あ、何分とか決めてない。決めてないです。ああ、アクの感じで。一回バーッと沸かして、もうアクがすごい出たなと思ったら止めてます。ああ、なるほど。これではい。このぐらいの見た目。そんぐらいですね。ちょっとかき回したら、またなんか黒いのがすごい出てくる。あ、はい。なるべく取って、あとはついてるやつは洗って落とすと。これはもう移動しただけ。はい。
げんこつ今何キロ？今6キロ。 6キロ。これ何リッターでスタート？ 90です。90スタートで出来高は？出来高が60なんで、だいたい65ぐらいまで。はい。今日の流れだけ教えてもらっていい？ 90リットルまで溜めたら、火にかけて強火で、アクが出てきたら、ある程度溶いて、5、6時間ぐらい強火でガンガン炊いていく。強火っていうのはどのくらい強火？あ、もう濃厚のあ、全開？全開です。なるほど。全開でげんこつだけ炊くんだ。げんこつだけなるべくなるほど。出したら、前はちょっと弱火とかしてたんですけど、なんか強火でやった方がげんこつの形がいい。まあ濁るまではいかないってことだね。あ、そうですね。作ったりとかないんですよ。5、6時間経ったら夜火を消して、はい。でまた翌日から翌日からです。鶏ガラとか入れる。はい。了解です。これ90スタートで今日5、6時間炊いて火止めるでしょ。はい。その時どのくらいまで冷まってるの？大体70、60とか70の間ぐらいまで20リットルは飛んでるんだね、水が。強火だとこのくらい。もし減りが早かったりしたら、なんかちょっと足したりはします。水をね。結構もうマックス入れるんだ。このゼルドでは。これで炊いていきます。あ、アク結構出てるね。はい。これです。
5時だけど、で閉店ぐらいまで。そうですね、閉店ぐらいまで強火でこのまま強火全開で全開でこのまま食べます。はい。2回目だねこれで。そうですね。だからまあこれ取っちゃえばもう出ないかな。あんま出ないと思うんですけど、まあでもだから、まあ、下処理のあれにも今日は2回取ってこれよりもっとボコボコいくのかな。このくらい？あれこんくらいじゃないですか。あ大体。あ、そっか。じゃあ結構水量が多いからすげえボコボコっていくわけではなんか濁らない感じだねこれだと。そうですね。思ったより濁らないんで、まあガンガン。でもこのくらいガンガン炊いた方がげんこつのうまみが出るってことだよね。そうですね。そういう感じですね。じゃあ営業終了後。はい、ラーメン5つです。注文です。5時間ぐらいですかね。5時間ぐらい。そんなにやっぱ濁らないね思ったより。そうですね。強火で炊いてるんだけどね。火消して、70ぐらいなんですあ、今の出来高が70リットルぐらいね。けど、多分朝になったら65ぐらいにきます。ああ、はい。減ってる。これでじゃあまた明日までちょっと寝かす感じで。そうです。じゃあまた明日よろしくお願いします。お願いします。子供来たら楽しい。大丈夫。撮ってるよ。じゃあお願いします。おはようございます。おはようございます。まず朝一何やる感じですか？まずは昨日煮たげんこつを取っちゃいます。取っちゃう。これはもうここでそうです。炊かないんだね。炊かないです。この後は何入れますか？この後は鶏ガラともみじと丸鶏とあと昆布を昆布。なるほど。げんこつ抜く理由は？前はずっと入れて炊いてたんですけど、スープがすごい濁っちゃって、なるほど。それが個人的にあんま好きじゃなかったので、だからもう前日でげんこつだけ一気に出してベースを作るってなって。なるほどね。その強火で炊くっていうのがすごい新しい。そうです。じゃあこれ鶏ガラ入れたら火加減どのくらい？強火で全開で60度まで上げて、そこから60度ぐらいをキープして1時間ぐらい、その後昆布取ったらまた強火で100度まで一気に上げて、昆布だけ60度キープで1時間。あ、そうです。イメージは昆布は1時間だけ、1時間で取り出してはい、また100度まで上げるわけじゃん。上げて、そこから何分ぐらい？そこから野菜入れて3時間ぐらい、100度キープ。100度キープなの？昔は何度だったの？100度じゃなくて。昔は98ぐらい、ふつふつ沸かない温度をキープしたんですけど、って感じでやった。今はちゃんと炊いてるんだ。今は強めに炊いてる。これ60に合わせます。はい。2日目のスタート60に合わせる。次がライトね。じゃあこれ昆布を60度っつったじゃん。はい。ってことは昆布炊いてる時はアクがまだ出ないぐらい出てないです。温度的には。はい。それ昆布抜いたら揚げたらアクが出るんだ。それ昆布抜いて100度まで揚げる途中でアク出て、が出る感じなんだね。へえ、なるほどね。昆布60度っていうのはなんで？どういう理由？だから60度にしてみようと思ったきっかけは、テレビ見てて、なんかお笑い芸人さんいるんですけど、ネタかなんかで、イカが昆布漁師だから、で昆布は60度で1時間が一番出してるみたいな言ってました。言ってたんだね。だから、そうなんだと思って。
はいで本当かなと思って本も見てたら、うん本当にそれやってるいた。ラーメン屋さんとか行って、はいはいあ本当なんだってで一回やってみようと思って、なるほどねやったら昆布のえぐみがもうなくて、ああ、なるほどね。でうまみもちょっと熱い感じがしたんで、はいはい。あなんかいいなと思って、まあそうだよね。えぐみは出なそうだよね、そうえぐみ本当に。が出ないのがいいなと思って、だからなんかふとなるほどね見つけ。たお笑い芸人さんのおかげで。昆布抜いて70、80度ぐらいになるとアクが出てくる感じ。あそうですね。でそこから取っていく感じ。あアクは沸騰するまで待って沸騰するまで取らずに待ってるんだ。待ってもうで一気にそこで取る。一気に取る。今もみじはまず何キロあれ入れたの？あれ5キロです。 5キロで丸鶏が何羽6割入れます。 ？6羽ね。多めに結構。パンパンになるね。そうです。この寸度で作れるマックスぐらい。マックスあと入れるのある。もう終わり。昆布です。あと昆布だ。昆布のグラム数は500円。 500。ツーンとした感じが出ないのかな、60度だと。どういう感じ？そうですね。一回やってみようかな。醤油クラシックで。そうやってみて結構ツーンとするじゃん、昆布のシー油と混ざった感じのあの香り。あれが主張していいっていうパターンもある。そうだよね。僕はなんかあんま好きなのなかったもうここで入れちゃって旨味だけ出す。水から入れての60度いいですね。はい。そうだね、逆にここから醤油クラシックも入れちゃって沸騰したら抜くとかでもいいのかもしそうしたら取るでも全然れない。ありかも。ありかも。取れないか。いやーでもこれ結構詰まってるね。詰まってる。ね、いろいろ。でこの後野菜をカットして用意するって感じ。あ、そうですね。用意して沸騰したら入れる。はい。全開ではい。とりあえずこれで60度まで上げます。60度まで、まあ、今20次は入れる香味野菜。の準備から。はい。
が沸騰してから入れるやつ。はい。これです。どうですか？はい。じゃあ60度ぐらいになったらキープで火をちょっと弱めにして、弱めにして。何度か上がり下がりをするんですけど、まあそれはする。このくらいをキープ。はい。すごいね。この見た目の感じで1時間キープなんだね。昆布のために。はい。これで、はい。昆布入れて1時間が経った。来ました。はい。で、昆布を取ります。取ります。これが一番昆布の旨味が出るらしいです。やり方。いらっしゃいませ。ここから強火に強火で加減。沸騰するまで待つ。はい。お好きなお席どうぞ。豚そば全増し、豚増し豚そば大盛りです。全増しです。はい、ありがとうございます。台湾混ぜお願いしていいですお願いします。お願いしました。か。はい。はい、ありがとうございます。はい。ちょっと赤い寄りのあ、そうっすね。赤って感じで60度をキープしてるからそういう感じになる。だと思います。でもだんだん入れていったら普通の黒くなってる。から、上取ったら混ぜて。これはどういうイメージでやってるの？これは中の枠を浮かせるっていうイメージなるほでやってます。はい、ありがとうございます。それで結構アクが出てきた。出てきたんで、まあ、取れるだけ取って、まあなるべく取るって感じですね。この後3時間の火加減をそのくらいでって感じ。あ、そうです。ちょっと強くてもいいかな。もうちょい強いかも。ちょっと一回ラーメン作ります。ありがとうございます。お願いします。はい。はい、では。豚増しからの豚がいい。はい。本当だ。野菜油からね。これは大盛り。
豚鍋で豚そばです。はい、お待たせしました。はい。この今売ってる血は最終的にはどうなるの？取ります。今はもう使ってます。あ、ラーメンのスープに使ってる。はい。あ、はい。いつ取るの？それはもう最後ですね。魚介も入れて、で魚介の風味も加えた後、はい。だから野菜と魚介も感じる。あ、じゃあ本当重層的な香味油だね。そうですね。ちょっと蒸し感が強いんで。蒸し感を移した油ってことなんです。そこはちょっと今バランス見てます。量を減らしたりとか、調整してんの。調整して、ちょっとまだ決まんないとか。まあまたちょいちょい見て、もし浮いてたら取ってる。取る。野菜入れます。はい。これで3時間ね。はい、3時間煮ます。はい。はい。しずるさんのなんで、ゴロ乗せます。あ、大丈夫ですか？大丈夫です。絵的に。まかないですね。まかないです。はい。はい。はい。お願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。厨房潜入シリーズで何の中のシーンまで。まかないまシーンまでかないも。はい、ごゆっくりどうぞ。さあ。入れるのは何？カツオ、はい。それカツオ？カツオとサバとムロ味です。その3種類。それぞれ何グラム？今回は100グラム。あ、200ずつ。はい。あ、全部ね一緒に。なんか前はもっと多かったんですけど。前回とちょっと変えてるってこと？変えてますね。ああ、じゃあ毎回変えてるんだね。調整して。前回はちょっと300グラム。ああ、もうちょっと減らして。魚介感をちょっと抑えたいんだ。そうですね。結構強く出ちゃう。うん。入れちゃいます。あ、無理。サバです。はい。あと煮干しも入るの。金にもしもうん。300ぐらい。300。うん。はい。小さいの？小さいの入れないです。今は大きいのだけ。はい。
昔はざるとかに入れてたよね。そうですね。これはもう直接はい。入れて、あれですね。油に移すっていう。油に移すイメージでそうですね。表面のね。はい。アベズさんを参考にしてもらって。あ、別だよね。はい。これで1時間ぐらいです。1時間。はい。で完成ですね。で完成。はい。します。これで1時間。はい。その調理器具で取るんだね。このあ、そうです。こんな感じで魚介が入ってるところでどんどん取っていくって感じなの。あ、そうですね。まあ全体的に液体の部分も出るよね、ちょこっと。出ますね。だから取っただけ急冷してもう一回油のとこだけするってことだね。はい。なるほどね。ちょっと前までは別撮りしてたんだもんね、香味油は。で、まあ今も足りなくなった時は、あ、別撮りする。はい、別撮りしてます。別撮りする時も魚入れんの？あ、今入れてます。こういう感じの同じテイストになるように。まあそうですね。でもこっちが結構濃いんで、この間別撮りやってみて、煮干しとカツオとネギとか、そっちの方が結構バランス良かったりまして。ああ、これはまあスープがメインだ。そうですね。どっちかというとスープがメインで、まあやってるんで、これもあれですね。阿部さんですね。阿部の YouTube 見て。YouTube です。そう。中高生に。これいいな。もう撮り終わるぐらい、大体。終わるぐらいの。大体1500、2.5リットルぐらいは取れる。まあこれにちょっと水分抜かして2リットルぐらいですね。これはこれすごいめっちゃ入ってんね。これしじみもでかいね。そう、大きいサイズなんで。しじみとあさり。今回はあさりもちょっと入れてみて。すごいな。このだしで取ったスープが完成したスープはこれ4対1ですね。でちょっと今回はやってみて。しじみのラーメンそうです。やってるんだよね。塩がそのサンのスープで、サンの醤油ラーメンはそのスープってことだよね。塩と醤油はね。私煮豚なんだね、サンは。はい。を炙ってっていう。塩台にあの油が入ってるの、スープ。味が入って表面の。これなんか色が昨日と比べると、こう見ると濃く見えないけど、これなんだね、入ってるのね。昨日のスープの表面。麺ってあれだよね、ロタスの麺と粉は同じなんだっけ、配合。そうです。それをさらに細めにしてもらったやつ。牛の匂いがするね。そうなんです。なんか難しくて、なんか牛が強すぎるなって思ったりもするんです。柚子が入る。これどっけ？はい。ラーメン、塩ラーメン。塩ラーメン。じゃあいただきます。いただきます。ありがとう。